新幹線の最高速度 320km/h。 理由は〇〇〇〇。皆さん、今回は日本の新幹線技術開発の一端を体感しましょう。なお7分11秒部分に3まとめがありますので、期待しながら続けてご視聴願います。では、新幹線を運行する上で最も重要事項である安全に停止する項目に関して深掘りします。1はじめに、皆さんは当然新幹線に乗った経験はあると思われるので、今回のコンテンツ視聴で新幹線の信頼性を再認識されるでしょう。もし乗ったことのない人ならば、今回のコンテンツでより安心して快適に新幹線乗車を満喫されることでしょう。日本では新幹線は一般的な乗り物になっており、開業以来60億人の乗客を乗せています。そして乗客の一人として鉄道事故による死者を発生していない世界でトップクラスの信頼される鉄道システムとして今日も安全に運行しています。新幹線は速くて安全、そして快適といずれの項目に対しても申し分ない乗り物というイメージがぴったりです。ところでこの快適さはどこから来るかというと、信頼が根底にあるからでしょう。ではその信頼がどこから得ているのかを技術的観点でブレーキシステムを深掘りします。2内容。1通常時の安全に止める技術。新幹線は1964年開業時最高速度時速 210km から始まり、東海道新幹線は現在最高速度時速 285km で運行中、東北新幹線では現在最高速度時速 320km で運行中の状況です。最高速度に関する説明は次の機会に譲ることにして、まず一番重要である安全に止めることに関して述べましょう。安全に停止するためには、ブレーキシステムがどうなっているかです。1通常時のブレーキシステム。1高速度から低速度までのブレーキ。電気式ブレーキである回生ブレーキを使用して速度を落とします。回生ブレーキとは走行に使っていたモーターを逆に発電機として利用し、走行への負荷をかけ減速させるシステムです。その時発電した電気はパンタグラフを通して架線へ流し、近くの新幹線モーターへの供給電力に使用されます。3分から30分間隔と頻繁に運行しているダイヤですので、近くに動いている新幹線という使用先もあり、省エネに最適です。ここで回生ブレーキのデメリットを説明。ただし残念ながら異常時は使えません。例とすると、近くに発電した電気の使用先がないとき、つまり運行している新幹線が一斉にブレーキをかけたときは、回生ブレーキで発生した電気の使用先がないので、チューブラリンになり続いての回生ブレーキができなくなり、ブレーキが使えなくなります。この件、次の異常時のブレーキシステム運用と深い関わりがあるので覚えておいてください。2低速度でのブレーキ。通常駅近くで 30km/h ぐらいまで減速したとき、機械式ブレーキであるディスクブレーキで減速させます。2異常時のブレーキシステム。高速度から停止まで。先ほど説明したように、異常時の緊急ブレーキは継続してブレーキがかかるように、最初から機械式空気ブレーキであるディスクブレーキで減速させます。異常時は地震等の電源喪失が考えられるので、最悪のケースを最初から考慮したブレーキシステムです。以下に説明する機械式空気ブレーキにて高速度から停止まで一気に止めます。ただし時速 320km だったら止まるまでに 4000m 走ります。高速度でも効くブレーキシステム開発説明。ただし時速 320km からブレーキをかけるので、従来のブレーキパッドでは制動距離が長くなるので、以下の開発がされました。ディスクブレーキには通常ブレーキパッドを使用しているが、従来方式の一律平面だと高速時に急ブレーキをかけた際に摩擦材が熱変形したディスクに追従できず、部分的に接触することでブレーキ力の低下等を誘発するという課題がありました。新型ブレーキパッドはサラバネ追加と摩耗材の形状分割をしながら最適な設置位置を改良しました。例えて言えば最新式のヒゲ剃りのように曲面対応するイメージです。新型ブレーキパッドではディスクへの当たりが良くなり、高いブレーキ力が得られるためブレーキ距離の短縮が可能となりました。また新型ブレーキパッドではディスク表面でのヒートスポットの発生を抑え、
ディスクの表面温度を低減できるようになりディスクの超寿命化につながりました。一石二鳥。またブレーキディスク設置ボルトを中央部にすることでブレーキ性能が 15% 以上アップできました。3地震発生時の新幹線の止め方。11早期地震警報システム JR 東海を例にすると、1JR 沿線地震計50カ所、2JR 東海遠方地震計21カ所、3緊急地震速報システム地震計約1000カ所海底地震計含むが、地震を検知すると、非常ブレーキを作動させる指令を車両制御装置に送信し、同時に送電停止。2車両制御装置は、非常ブレーキを作動させる指令を受け取り、ブレーキ制御装置にブレーキをかける指令を送信します。3ブレーキ制御装置は、ブレーキをかける指令を受け取り、機械式空気ブレーキを動作させます。4ブレーキが動作すると、車輪のディスクブレーキにブレーキライニングが押し付けられます。5ブレーキライニングがディスクブレーキに接触すると摩擦力が発生しブレーキ力が生じます。6ブレーキ力が生じると、新幹線は減速し始めます。7同時にセラミック粒子が車輪とレールの間に噴射され、摩擦係数を高め、ブレーキ力を増加させます。ブレーキ力が増加することで、新幹線は短距離で停止します。なお日本の新幹線は最高速度時速 320km で走行する場合地震 P 波感知から約 3.6 秒で非常ブレーキを作動させ約 4000m で停止できるように設計されています。同時に脱線防止装置等も活用し、現在までの地震発生で軽度の脱線は生じていますが、脱線転覆までには至っていません。このように止める技術には、ただ単に止めるだけでなく、地震のケースで言えば、揺れる前にブレーキをかけ、指令した時から 4000m 以内で止めるようにして、止まる間に揺れるだろうが、脱線しにくいように、脱線防止ガード等の設備により脱線しにくい状態で止めるようにしています。3まとめ、タイトルにあった、新幹線の最高速度 320km/h 理由は〇〇〇〇。〇〇〇〇に入るのは、地震発生時に安全に止めるための人命尊重が正解でした。地震発生では電源喪失が考えられるので、最初から送電をストップさせます。通常使用している回生ブレーキは、発電しても使用先の負荷がないので使用できなくなるので、最初からディスクブレーキを使用。ただしその動力は、異常時にも安定な空気式を使用。高速度からディスクブレーキを使用するので効果的にブレーキが効くようにディスクブレーキ面が高温になってもブレーキパッドが効果的に接触できるようにパッドを分割し最適な配置設計しブレーキパッドとディスク面との摩擦を最大限利用できるように、またレールと車輪との摩擦は300ミクロンのセラミック粒子をその間に噴射し最大限の摩擦を利用できるようにしたブレーキシステムを完成させている。地震波 P 波を感知してから 4000m 以内で新幹線停止を確率同時に脱線しにくい脱線防止ガード等の対応をして脱線転覆を回避している。このように新幹線を安全に止めるシステムを開発し運用しています。今回のコンテンツでますます安心して新幹線に乗れますね。4後書き。私の新幹線に乗っていた経験で一度だけ地震発生により緊急停止した経験があります。その時の停止状況に通常の停止と違う違和感を今でも覚えています。そうです。通常使用している電気回生ブレーキではなく、高速度から停止まで空気式ディスクブレーキだけで停止させていたからです。今回のコンテンツをまとめることは、自分自身にも非常に勉強になりました。説明しきれていませんが、至るところにフェールセーフという思想で新幹線の安全確保が構築されています。つまり、電源喪失を考えてのシステム構築、異常時は油圧よりも安定して使用できる空気圧使用対応。電車制御また、ブレーキシステムは進化していて、現在まだ試験運用ですが、東北新幹線の αX は時速 360km 運行を目指していて、時速 360km 走行中の地震発生でも 4000m 以内で新幹線停止するシステムを確立しました。そのための追加ブレーキシステムとして2件追加しています。
1空気抵抗板ユニットブレーキシステムで屋根上に搭載するこのユニットは互いに反対方向に展開する2枚の抵抗板を使用し、ロックを外すだけの無動力、無制御でありフェールセーフ性に優れていることと客室内を圧迫しないメリットがある。2リニア式減速システムでリニア式減速度増加装置は台車の車輪間にコイルを設置、動作時はそのコイルがレールに接近、電磁的な制動力を得て減速させる。つまりロックを外してコイルを鉄製のレールに近づけ動いているので渦電流が発生、発電しながら磁界が発生し、その磁界を制動力として利用しブレーキ力となり止まるシステム。回生ブレーキの発電は他の新幹線車両の使用が必要でしたが、このリニア式減速システムは自分で発電し、自分でその発電を利用して磁界を発生させ消費し、その力でブレーキにするという自己消費型発電なので緊急時にも使えるシステムです。まさに安全最優先、人命最優先の完成されたシステム構築です。新幹線の技術開発の成果をこのコンテンツにより知った我々の対応は新幹線ラブしかないでしょう。ご最後に、当チャンネルはより良い日本の未来創造を願ってをテーマで発信しております。日本の未来創造とはウィンウィンで進めますので、世界の未来も当然明るいです。取り上げるべき、取り上げてほしいテーマ、何か意見がありましたらコメント願います。ありがとうございました。もし役立ったと思われたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの人生がより豊かになることを願っています。では、また次回の動画でお会いしましょう。